はい、どうもおはようございます。古木です。今日はインドアホビーズというブログを書いている私がちょっとブログから飛び出して YouTube に動画をアップしてみました。と言いましても YouTube に動画を投稿するのは、今回が初めてなので何からどうやっていいかわからない状況で試行錯誤しながら動画を撮影し編集し、そして今こうやって声を出してお話ししているような状況でございます。たまにはねこうやって動画で植物とかも皆さんに見ていただけるのは面白いかなと思って YouTube を作っているんですけれど、今日はご挨拶も兼ねて私が日常的にビカクシダをどう管理育てているのかご覧いただければと思いますので、まずは日常の風景からご覧いただければと思います。どうぞ。はい、でこれが私です。でいつもこうやってビカクシダをとりあえず眺めているわけなんですけど、こうやって壁にかけてあるビカクシダを手に持ったりちょっと重さをね確認して、彼らが今どんだけ水分を含んでいるのか水を欲しがってるっていうのかを、確認しています。でこれでですね、同時に、病害虫だとかそういうのがついてないかっていうのも合わせて確認してあげてますね。で水苔の湿り具合とかも手で触れる子たちは直接触っていつも管理してます。そう、病害虫は結構葉っぱの裏とかにもいるのでよく見てあげるといいですね。で実際に水やりなんですけど、こういう小物のビカクシダまだ大きくなってない小株とかは、冬場のうちはシンクに持ってってそのまま水をジャーってかけたりしてます。でちゃんとその用土内、水苔の中までちゃんと水が浸透するようにゆっくり時間をかけて水やりをしてあげる必要がありますね。そうすることで、根っこにより酸素を送ってあげて、成長促進につながるんじゃないかなと思って私は水やりをしてますね。いやこの貯水葉いいですね。尖りそうですね。分岐も多いです。こっちは先日株分けしたセルソですね。で続きまして、私は植物を室内リビングで管理しているので、どうしても光が足らなくなっているんですよ。それを、こういう LED ライト、私が使っているのは IKEA の植物専用 LED というものなんですけど、これをダックトレール、ライティングバーとかにひっつけてビカクシダたちを照らしています。だいたい照射距離は、遠いもので1メーターぐらい離れてるものもあれば、50センチ、30センチとかそのぐらい近距離で当ててます。で常にこういったサーキュレーター、シーリングファンですねを回して、全体に空気が動くような感じにしてあげて、合わせてこちらでも病害虫予防といった形ですね。ビカクシダとか多く管理していると、もっとサーキュレーターでバーって空気を送りたいんですけど、ちょっとリビングで小さい子供とか猫がいるのでなかなか、そういった設備は設置できないので、天井でゆっくりと空気を動かしてあげているといった形ですね。あとは、空気の換気口も近くにあるので、常に空気は動いているかなといった状態です。吊るしている壁の天井付近にはこういったピクチャーレール、ニトリで売ってるものですね、これ。ニトリの売ってるピクチャーレールに壁紙のクロスを表面に貼って、
できるだけ目立たないようにして使っています。で壁もちょっと汚れたりしたりもするんですけど、それで結構ビカクシダぶら下げても、落ちてくるといったことはないので、自由に吊るすことができるので、このピクチャーレールは非常に重宝しているというか、私のビカクシダを育てている上ではなくてはならないアイテムですね。時々こういった形で石膏ボード用ピンとかも刺してますけど、はい。ぶら下がってますね。結構いいです。ブログにも書いてない子たちもぶら下がってるんですけど、で、今日はこんな感じでお話をさせていただきましたけれど、いかがだったで、いかがだったでしょうか。結構、初めてこうやって、YouTube に動画をアップするのは結構、喋るのも緊張しますね。ブログでは毎日のように文字を叩いてるわけですけど、それとはまた違った面白さと緊張感があって、今後も続けていければいいなと思っています。最後にですね、私が持ってる、これはビカクシダコロナリウムのミャンマーから来たワイルド株ですね。ちょっと、光十分に与えられないで、徒長しちゃってるところもあるんですけど、大きくてかっこいいビカクシダです。で、この左ですね、いるのがコロナリウムのチャンダブリの細肌って言ってヤフオクで買ったものなんですけど、初めてのコロナリウムで、非常に愛着のある株で、何度もブログのネタにしてしまうぐらいかっこいい子ですね。かなり辛めで管理してます。で、こちらがリドレーの胞子培養が右側ですね。1ヶ月に1回くらい水をジャポンとあげているような感じで管理が非常に楽です。で、こちらがリドレーのワイルドミャンマーのものですね。まだこちらは本領発揮してないのかなっていうような感じですね。で、上に行くとグランデという名前で買ったおそらくスパーバムなんじゃないかなと思ってるんですけれど、大きいですね。とにかく大きくて場所取ってます。で、胞子葉まだないんですけど、これから胞子葉出てきたらちょっとどうしようかと考えてます。で、これはアンディナムですね。去年世界ラン展でバンダカさんから購入させていただいたものですね。ちょっと夏場崩してしまったんですけど、秋口からは調子良くなってます。すいません。で、これはまたブログに書いてないんで、そのうち書いていこうかなと思います。で、今なんか袋に入っているのは小株なんですけど、さらにすっごいもうちっちゃいような目のビカクシダを株分けしたものなので、一時的に湿度を上げているものですね。こうやって湿度を上げたりしてあげると、ビカクシダ小株のうちでも生存確率が上がるのかなと思ってます。これはサフン式のメリクロンですね。貯水葉がもうメロンのようで非常に可愛いビカクシダです。これからメリクロンはどうなっていくのか気になるところですけど、私はどちらでもこの子を育てられれば面白いのであまり気にしてないところなんですね。これはヒリのパオパオですね。去年からまだ本格的な胞子葉が出てないので、今後も期待です。これはステマリアのロレンティで休眠しているのか、一気に冬から貯水葉が枯れてしまって、胞子とかも透けているんですけど、どうでしょうね。で、続いてこちらがピューちゃんですね。めちゃくちゃ小株出してもいらないぐらい出してしまったので、コルクにつけ直してぶら下げてます。で、ここは貯水葉が縦に伸長してくれるかなと思って気をつけて育ててるんですけど、この前破れちゃいました。で、キッチャクードとか、あれは IKEA で買ったリップサリスですね。で、他にもいろいろ室内にはこういった形でぶら下げてるんですが、と思いますね。あとは水槽があります。水槽の水はすごく栄養価が高いのかなと思って、水替えの水も取っておいて、温室とかでバシャバシャ使ってますね。室内だとちょっと使うのがめんどくさいので、さっきみたいにシンクで水あげてます。
はい。ということで、本日はどうもご視聴いただきありがとうございました。